こんにちは。お元気ですか？今日は7月15日の水曜日ですね。7月も半ばということで暑い日が続いてますね。最近ですね、2日前ぐらいにね、私右肩がまた肩関節がちょっと痛くなってきちゃって、あの前回の動画かなんかでちょっとずっと痛かった肩がね、ゆっくりゆっくり良くなってきててっていうことを言ってたんですけども、2日前ぐらいにね、急に右の肩関節がね、またなんかこう痛くなっちゃったんですよね。で、特にこう変な動きしたとかそういうんじゃなくて、特にこう深いストレッチをしたとかね、特にそういうのもなく、急に昼ぐらいになんか痛くなっちゃって、だからこうなんか外的要因とかじゃなくて、本当にこの右肩の関節の部分が自然に炎症を起こしたみたいな痛さになったので、何なんだろうなこれなんて思いつつ、ひどくならないように適度に動かしたりとかはしてるんですけれども、一晩寝て朝起きてすごい痛くなってたらどうしようとか思ったんですけど、特に寝て起きた後とかもね、ひどくなったりとかはしておらず、やっぱりこれって体の変化、更年期とかね、そういうのもやっぱ関係してる症状なのかなって改めて思いましたね。ちょっと原因は全く思い浮かばないっていうかね、すごく変に動かして痛くしたんでもなければ、毎朝ね、朝ヨガとかで結構ストレッチ的なことは習慣的でやってるので、動かさなすぎて痛くしたっていうのでもないと思うんですよね。そうそう、だから何なのかなと思いつつ、これもこのね、なんていうか、この更年期時期の体の変化に伴い、ホルモンが減ったりとかね、そういうのも関係してるのかななんて思ったりしてたところですね。特にここ数日それくらいしか思いつくような何かありました的なことはないんですけれどもね、ちょっとね、今日とかもメンタルが落ちちゃって、さっきまでちょっとゴローンと横になってたんですけど、なんかね、今日ちょっと仕事をして53分やったところでもうダメだと思って疲れ果てちゃいましたね。なんか最近ちょっとすぐ疲れちゃうっていうのがあるなと思ったんですけども、これもね、ちょっとメンタル的に少し不安定というか、ちょっとメンタル崩しちゃった、大したあれじゃないんですけども、ちょっとメンタルが崩しちゃった症状の一環なのかななんて思ったりしました。個人差はあるかもしれないですけども、メンタルが崩される時っていうかな、この体調不良って結構精神的なメンタル的なものだけじゃなくって、結構体にも来るんですよね。そうそう、だからすごい体調が悪くなったりとか、あとはものすごい疲労感とか、私の場合は例えば会社員辞めて人生お休み期間に入る時とかはね、とにかく眠り続けるっていう症状が起きたりとかしたんですよね。昼間ずっと寝てるのに夜も眠れちゃうっていうね。そう、本当に平日はね、会社員として仕事をしてたから寝てるわけにはいかないんですけども、土日もうね、ずっと寝続けるっていうおかしな症状が続いたりとかはしてたんですよね。今はね、もうだいぶなんていうんだろう、そのメンタル的におかしくなったのからちょっとずつ元に戻りつつある状態でね、今は個人事業主っていう形でマイペースでどうにか自分で仕事をできるようになろうと思って頑張ってる途中なんですけども、ちょっとこの頑張りもね、この加減とかね、ちょっとなんかメンタルおかしくなったなっていうか、こ
なんていうのかな、すごい亀のペースではあるんですけども、こう順調に良くなってきたっていうのもあって、最近ではね、もう自分がこうメンタル的にもう結構普通になってきたっていう気持ちもあって、もっとやらなきゃなっていうのがあったのかもしれないですね。やっぱりね、こう働けなかった期間、貯金をだいぶこう貯金だけで生活してたわけでね、だからちょっとずつ働けるようになって、今こうその貯金が減っていくのを止めて、去年とかは少しだけこう回復した状態ではあったんですけど、この貯金の金額ね。でも今年に入ってその自分がやってる仕事自体がうまくお金を稼げないというかね、どうやって稼いだらいいんだろうというかね、なんていうかこう稼げる感じじゃなくなってきちゃったので、ちょっとそれに悩んでたっていうのもあるのかもしれないですね。で、こうなんだろうな、こううまくいってる時はこうやっぱりうまくいってるっていう気持ちの楽さもあって、それで精神的にも安定して、よりこうフィジカル的にも頑張れるっていうのがあったと思うんですよね。だから2025年とかは本当に結構365日中多分362日3日間は絶対休んでないと思うんですよね。くらいは多分頑張ってたと思うので、そうそう、だからね、なんていうか、今年に入ってまあちょっとお金稼げないっていうのと、最近ちょっと体調というかメンタルが若干ちょっとね崩したっていうのも少し関係があるのかなっていうふうに思いましたね。まあちゃんと休んだ方がいいのか、もしくはある程度なんていうのかな、やっぱりね、どこまでやっても大丈夫なのかのね境目がちょっとわからないっていうのはあるんですよね。無理しすぎちゃって全然できなくなっちゃったら本末転倒で振り出しに戻るっていうかね、また貯金切り崩しの生活になって、私の人生のゲームオーバーが見えてきちゃうっていう感じになるんですけれども、だからといってこうすごく一生懸命頑張ったのに、こうそれが収入につながらなかったとかね、そういうになると、こうそれはそれで結構こうメンタル的な、こうどうしたらいいんだっていう不安とかね、あとはがっくりとかいうのにもつながるんですけども、多分ね、こう一回メンタル壊してるもんだから、ちょっとね壊しやすくはなってんだろうなっていうふうには思いますね。なんていうか、そこにこう経験したことのある方だとわかると思うんですけどね、うつとかね、こう良くなってきても一回このおかしくな壊してしまった部分に轍ができてるような感じですね。私の感覚的にはね、人によってもしかしたらそれぞれかもしれないんですけども、轍って田舎とかに住んでると分かると思うんですけど、こう田舎の畑の間の道とかでトラクターとかが通ると、真ん中だけが草生えてるけど、このタイヤの部分だけ轍って言って、こうね、ちょっとこうへっこんでるとかね、そういう感じ。あとは雪道とかね、こう雪国とかで過ごしてると、こう雪が降った後一回溶けたりとかして、こう溶けたところでまた車がビヤーって走って、特にその後除雪車とかがすぐ来なくて、でまたちょっと夜になって冷えてきたりとかすると、こう一回昼間に溶けて車がビヤーって走ったタイヤの部分がその形になって凍っちゃってるんですよね。だからサーキットみたいな、サーキットじゃなくてなんかゴーカーとかもうそこの道通るしかないみたいな、そのタイヤの跡しか通れないような感じになっちゃってるみたいな、そういう轍そういう轍がこうメンタルの部分でもできてるっていうか、もうその道みたいなこういうのができちゃってるので、結構簡単にその轍のルートに入り込んでしまうみたいなね、そういうのがあるなって思うので、よりちょっと気をつけなきゃなっていう感覚はありますね。ただね、
まあどうにかなる気がするんで、知らんけど一番こうなんていうか、なんていうのかな、ちょっと心配というか、やってはいけないのは、まあ自分自身が動けなくなることですね。やっぱりまあ私みたいにねぼっちで生きてる人間はね、自分が全てですから、自分がちゃんと動けて生活できて、自分がちゃんとなんていうか生活費を賄えて、家賃も払えてっていう状態じゃないとねっていうのがあるので、そこはまあ無理はしちゃいけないけど、その手前から結構ちゃんと休むっていうのは大事だとは分かるけれども、頑張ればできるレベルで休むのって、これって怠惰なのかなとか、その見極めが難しいっていうのはありますね。だから時には怠惰、それ結果的に怠惰でもいいっていうのもあると思うので、怠惰ぐらいな感じで行く方がいいのかなと思いつつ、でもやってないとなんか結局やらないと稼げないので、何もしないで金入ってくるわけじゃないんで、そこはちょっとできる限りやりたいというかね、そういう気持ちはあるけれどもみたいなね、そういうのが難しいなっていうふうには思いますね。まあでもまあいっかっていう感じはしますね。一回その完璧な無職で過ごしてた時期とかで思ってたのは、ある程度のもう諦めっていうネガティブな感じじゃないですけど、しゃあないよねっていうか、お金が、私の貯金が0円になった時に、私が元気にというかちゃんと働けるくらいの元気が、エネルギーが戻ってこなかったら、もうそこはそこで私の人生はゲームオーバーっていうことで、もう諦めるしかないなみたいなそういうなんていうか、もうしゃあねえなっていうのは一回持った思ったけれども、やっぱりね、そこから4年後くらいからちょっとずつマイペースでいろいろできるようになってきたところで、またちょっとだけ落ち込んだ状態なので、今の段階ではゲームオーバーがすぐ見えるわけではない。ここからまたちょっといろいろ回復して、また新しいことにチャレンジというかトライをして、どんどん稼げる収入になるものを自分でちゃんと開拓していかなきゃみたいなのがあるので、そうやってどうにか回していきたいなっていう風な気概はありますね。気概はあるけど、ちょっとやっぱね、メンタルが調子悪くなると、なんていうのかな、脳みそが働くのがね、すごい辛くなっちゃうんですよね。脳みそを働いてちゃんと理論的に考えるのがものすごく辛い辛いっていうか、ものすごいエネルギーがいるのでね、そういう時はね、どうなのかな、なんかあんま頭で考えなくてもできる作業みたいなのをなるべくやるようにはしたりとかはしてますね。仕事の中でもちょっと考えてやる部分と、考えなくてもある程度ちょっと作業的な要素の部分もあるので、そういうのを無心に脳死状態でやってるっていうのはありますね。なんなんだろうな、とにかくそんな感じだったんですけど、でも今日ね、その53分やった時点でちょっとギブアップしちゃってなんかね、ここ最近ちょっと疲れやすいなとは思ってたんですよ。朝最初に仕事して、最初一発目の仕事はまだそんなに疲れないんですよ。で、仕事ちょっと疲れたなって思って休憩して、その後また疲れが取れた時にまた仕事を再開するんだけど、その疲れがなかなか取れなくて、休憩が長くなっちゃって、結果的に1日でやる仕事量が減っちゃうっていうのはなんとなく思ってて、で1回休憩して2回目仕事やりました。
そしたらもう1時間も経たないうちにもうすごく疲れちゃって、そこでって疲れて、で3回目はもう40分とか30分とかで疲れてとか、そうでもう今日もうダメだと思ったけれども、夜の12時ぐらい、もう寝るぐらいの時間になってちょっと元気になってきたんで、そこからやったりとかして、でもやってみたけど結局20分しか体力っていうのかな、気力みたいのが持たなくてみたいな、そんなこともやってたからちょっと疲れたのかもな。そんなことをやってたからっていうよりも、なんかな、こうやってるうちにリズムが出てきて、もしかしたら前っていうか、ちょっとまた元気にしっかり集中してできるのかなとか、もしかしたら夜の方が集中力が上がるかもしれないから、ちょっと一時期だけ夜結構やる風にしてもいいのかなとか、いろいろ考えたんですけど、今日はちょっとなんかダメだなと思って53分やって、それからもう今日は仕事できないかもって思って、いやできないかもっていうか、多分夜の9時とかになったらできるようになるかもみたいなね。それまでは本当こう寝っ転がって漫画でも読んでようかなみたいな感じですね。ねえ、なんか本当困っちゃうなって思うんですけどもね。でもこういう時気分転換に外も行ってっていうか、もう外も行きたくないですね。もう体がもう歩きたくないっていうか、立ってたくないっていうかね、そんな感じなので、なんか困ったなっていうか、そんな深刻には考えてないんですけど、ちょっと本当に数日マジでダラダラしようかなっていう気はしました。でこういう時ってね、お茶碗食器とか洗うのとかもすごくこう嫌っていうか、よっこいしょになっちゃうんですよね。で一人でいる時のこれはデメリットだなって思うのは、こうなんかこうメンタルが落ちてる時って料理とかすっごいしたくないんですよね。でもこう精神的なこういう不調とかって、なんていうのかな、その栄養素とかもすごい大事だと思ってるんですよ。で普段から結構そういうのも踏まえた上での食事っていうのもあるんですけども、こういう時って料理とかしたくないし、何かを切るっていうことすらしたくないんで、どうしてもこうきちんと栄養を取った方がいい時なのに、そういう時に限って料理は絶対したくないみたいなねそんな状況になるから困るみたいな感じですね。ただね、お米とかは炊く元気はまだ全然あるので、お米はね、米だけでもある程度栄養取れるように玄米食べてますし、玄米と白米を両方炊いて、その時の気分とか胃腸の状態とかによってね、こう食べる割合を変えたりとかしてますけどね。あとは特に調理しなくても食べれる、まず生野菜とかですね、キャベツとかきゅうりとか人参とかね、そういうのとか、あとは納豆と、あと私ゆで卵を必ずストックしてるんですよね。それとかだったら調理しなくてもゆで卵とか納豆とかでどうにかタンパク質を取って、あとはサバ缶とかですね、缶詰は買っとくんで、こういう時のためにね、そういうのである程度栄養は取れると。でサラダとかもね、私はドレッシングっていうのは基本は使わないようにしてて、ちょっと添加物がドレッシングって多いものだから、なのでね、いつもドレッシングはこう自作のドレッシングというか、いつも瓶にお味噌とオメガ3系のオイル、私はいつもねアマニオイルをよく使ってるんですけども、そのお味噌とオメガ3系のオイルと、あとすりごま、あとお酢ですね。私はリンゴ酢を使うことが多いかな。でも米酢でも何でもいいんですけども、それを混ぜたもの、このぐるぐる混ぜて、ドレッシングみたいにサラサラじゃなくてちょっとドロッとした感じなんですけども、お味噌がベースなんでね、それをサラダ、生野菜とかにかけてっていうか、スプーンですくったのを乗っけてっていう感じなんですけど、こう食べてるんですね。
でそれも作るっていうより一回こう瓶にある程度作ってストックして、3日間くらいで食べるみたいな感じなんでね、それも特に料理をするっていう感じじゃなくてあるもので食べれるので、だからこう野菜と生野菜とゆで卵と納豆とサバ缶と、あとはドレッシングも結構栄養になるし、あとはお米は玄米とかね、あと白米の時とかでも押し麦入れたりとかして、ある程度いろんな栄養素は自然に取れるようにとかね、そういうのはしてますね。なので、料理が作りたくないダメだっていう時でも、最低限これくらいの栄養素は取れるようにはスタンバってるっていうかね、もう普段からそれが習慣になってるっていうのが、これがね、なんていうか、一応こういうことも私がねこの亀のペースで4年かけてだいぶ良くなってきたっていうやつの一つの戦略というか、栄養素っていう部分、一人でも動けない時でも最低限どうにかちゃんと栄養をとって、やっぱ栄養状態が悪いっていうのはね、すごくメンタル、うつとかかかっちゃってる人とかもねはすごく栄養っていう部分すごい大事だと思うので、そうそう。あとね、あとは女性とかね、生理とかもあるから鉄分不足とかねなってて、その鉄分不足ってね結構うつ症状をねの引き金になったりとかするんですよね。だから食事とかね、鉄分とかをよくなんていうか、なるべく摂取するように心がけたりとか、あとは食べ合わせとかですね、鉄がちゃんと吸収できるようにとかね、なんかそういうのをすることによって食事でなぜかちょっと鬱っぽい気分がだいぶ良くなったとかね、そういうのも絶対あると思うんですよね。なので食事っていうのはもうこれはね結構前から気にしてるかなっていうふうには思ってましたね。そうそう。だから今もね料理できないって言っても、それくらいのものは食べれる状態にはなってるっていう感じですね。そうそう、これがぼっちの生存戦略なんですけどもあとはこう、喋る機会とかはないんですけれども、好きな時に寝れてっていうのはいいかなっていうふうに思いますね。やっぱり寝るっていうのはね、なんやかんや言って私にとっては回復の大事なあれなので、会社員辞める直前のちょっとそろそろギリギリかもってなった時は、やっぱり寝続けたっていうのは体がねどうにか生き延びようとしてエネルギーを回復させようとした私のこの体の対応だったのかなっていうふうにも思いますので、寝るのも好きだしね、私無理に散歩とか外とかはね、そういう時は行かなくてもいいかなって思うので、逆にそこを無理せずに行きたいなっていう、外に出たいなっていう気持ちになるまでそこは休むっていうのが大事かなっていうふうに思いましたね。ちなみに私がちょっとその会社を辞めて、その体調というかメンタルが限界を達したっていうのは会社とか仕事とかそれが原因では全くないっていうことだけはちょっと一応ね言っときますね。逆に会社は仕事内容もすごく充実というかね、結構やりがいもあったし、その人間関係というかね、その会社内でもすごくいい人に恵まれたなって思うし、いろいろ仕事の面でも引き立てていただいていろいろ助かったなっていう部分もあるので、逆にその私のこの寿命を伸ばしてくれたなっていうふうに感謝してるところではありますね。人生はね長い人生いろいろありますから、その心がおかしくなる要因はいろいろあるっていうことですよね。でもね、それでもなんていうか食べることは今でも美味しいし、そのメンタル的にちょっと限界を迎えた時も
最終的にね、私は食い意地が張ってるっていうのもあって、食べることとコーヒーが美味しいとかね、そういう感情だけは残ったんですよね。楽しいとか面白い、興味があるとかね、そういうあれが好きとかこれが心地いいとか、そういう感情が全部死んでも美味しいっていう食べたいとかコーヒーうめえとかね、それうまさだけはなくならなかったんですよね。だから結構ね、そこを命綱にして、人生は全部休んで、自分の貯金が全部なくなるまで回復できなかったらゲームオーバーだけどしゃあねえなっていう、それを思い切って、家賃が高い、生活費が高い東京から地方に引っ越してきて、お昼寝生活を14ヶ月して、14ヶ月寝続けて、それからそろそろと動き出しての今で、44歳だった私がね、もう今現在49歳と数ヶ月になっちゃったわけで、いやー、なんか気がついたらまた年を取ってしまったなって思うんですけども、私がね、いつ寿命を終えるか分かんないですけど、一応自分の目安としては96歳から102歳ぐらいまでの間にしたいなと思ってて、希望ね。その時召される時に、私その40代中盤から50歳ぐらいのまでの間引きこもったよねとか、かなりあの時人生が変わったよね、ぼっちにパーフェクトリーぼっちになったよねみたいな、会社にも行ってないからね、人にも会わず、しかも自分の家だけで完結する仕事を模索し始めたからね。そうそうだからその中のうちの私が召される時の思い出として、今ね、この50手前の今ぐらいにだいぶ元気になってきて、でもちょっと途中でたまにメンタルがまた不安定になったけど、無理せずにまた回復してきた後に、いろいろ脳みそもシャキーンと冴えて、あれこれまたトライして新しいことやって、どうにか貯金がゼロになる前にそこそこ収入が得られるようになって、ちゃんとね自分で生きていけるようになったんだよねみたいになんかその後々回想するっていうねことがなんとなくイメージとしてありますね。そうなるかどうかはわからないし、わかんないんですけど、なんとなくそれがイメージであるって感じですね。でさらにそのイメージとしては、その人生お休み期間で寝た後引きこもりで仕事を個人でやり、でもう50代に入ってからはちょっとずつ外にもだんだんその頃には出始めていて、もともと人間が嫌いなわけじゃないんで、外で人となんか話したりとか、何か一緒にやったりとか、なんかコミュニティ的なものでなんかしたりとかして、中高年の私の第二の人生がまたなんていうのかな、若者の時のこの頑張った生き方とはまた違う中高年なりの回し方をやる、中高年の生き方を楽しんでるみたいなそんな人生があるかもなっていう風になんとなくイメージしてますねそうそうなんかハプニングがあってね、うっかり人生終わっちゃうっていうこともなきにしもあらずですけども、好奇心としてあと数十年後の世の中がどうなるのかっていうのもめっちゃ興味あるし、そういうのを見ながら、こんな感じになったのね世の中ってみたいな、はいはいみたいな、日本ってこんな感じになりましたかみたいなね。あと自分が思い描いてたのがこういう方向に転がりましたかみたいなね、その自分の人生的なものもねそういうのが回想できたら、召される時にね、なんかそういうのがいいなって思いますね。あと全然話は変わるんですけど、ちょっとあともう一つこの自分の人生が終わる時に楽しみにって言ったら語弊があるんですけども、一つこの謎がわかるじゃないですか。
人って死んだらどうなるんだろうっていうその謎、生きてるうちには決して答えがわからないその謎が、必ず自分はいつかは人生寿命でなくなると思うんで、寿命かどうかわかんないですけど、ハプニングで事故っちゃうこともあるかもしれないですけど、その時になんだろう、こうなんだみたいな、魂が抜けた時に、自分の肉体が終わったけど、あれまだ意識ありますねみたいなもしくは意識はあるけど、あれだんだんちょっと薄れていく感じがあるみたいな、5分ぐらい意識があって無に帰るのか、それとも日本での四十九日とかいうのがあるみたいに、四十九日間ぐらいは結構意識ははっきりあって、肉体はないけれども意識としてはまだこの世界になんとなくとどまってたりとかするのかとか、それも個人差があるのかとか、あと実際にこの魂っていう部分だけでどっか違う部分に行くとかね、そういうのがあるのかなとか、もしくはなんだろうな、もともと自分が持ってる思考とか考え方によってそういうのも全部左右されちゃうのかなとか、そういうのが何かしら分かったりするのかなって思うと、一つの謎が分かるっていうのはちょっと楽しみではあるなっていうのはありますね。でもし体が終わった時にもう魂も同時になくなるんだったら、どっちにしろなくなっちゃってて無になってるから、残念とかも思わずに済むじゃないですか。どうせないんでなんも。だからそれはそれで悔しいとか、そんなとか残念な気持ちとかになるっていうこともないから、それはそれで全然デメリットないしみたいなそんなことを思ったりとかしますね。私はね結構お化けとか怖いタイプなんで、もしね私より先に召された方がいたりとかしたら、ちょっと何か最後に会いに来てくれるんだったら、夢の中でとかだったらありがたいですね。ちょっとね起きてる時にリアルな感じで来られちゃうと、ちょっとね私多分ねちょっと無理なんですよ、怖くてそうだから夢の中でお願いしますっていう感じなんですけどそういうのがあったらっていう感じなんですけどね。でも自分が今肉体があって、その肉体の中に自分っていう精神なんだかなんかよくわかんないけど、そういうものがこの脳みそとかいうのとは別に私みたいのが存在を感じれるこの部分があるってだけで、なんていうのかな、すでにそれもある意味お化けじゃねっていうふうに思うんですよね。私がいろいろ考えて思考して、ああだなこうだなっていうふうに思ってるものがいわゆる魂みたいなものなんだとしたら、それが単純に肉体とドッキングしてるだけで、っていうか私っていう意識があること自体がそういうのってあるもんなんじゃないかなっていう気がするんで、よくわかんないけどなので逆に肉体がなくなった時点でこっちもなんだろう、全く同じタイミングでその意識が途切れるっていうのは本当かいなっていう気がするんですよね。この五輪中でピーってなって、この心臓が止まったと同時に意識がなくなるっていうのも徐々に薄れていくっていうのは分かるような気もするけど、病気の内容とかにもよるかもしれないけど、ちょっと先にも意識の方が出ちゃってて後々心臓が止まるとか呼吸が止まるっていうパターンの方も病院とかだったら多いかもしれないですね。そういうのがちょっといずれは分かんのかななんて思ったりすると、ちょっとそこはワクワクじゃないけどどうなんのかなっていう好奇心はありますね。ただね必ずそれはいつか来るんだったら、それはなるべく先延ばしにして、今普通にここで生きてますっていう
これをいろいろ楽しみたいというかね、コーヒーもっとたくさん飲みたいし、あと何回ご飯食べれるかなみたいな、毎回こう美味しく食べたいし、アイスもあと500回ぐらいはアイス食べたいし、そうそう、なんかこう綺麗な景色見たりとか、あと友達とかと喋ってめっちゃ面白いとか、そういうのをもうちょっと味わってからじゃないと、ちょっと召されるのはちょっともったいないなっていう気がしますね。あと漫画もっといっぱい読みたい。漫画と小説とかね、もっと読みたいしとかね、そういうのはありますね。まあそんな感じで、まあ今日はね、ちょっとベッドでまたゴロゴロしちゃってももういいかなっていう気持ちになってきましたね。で、さっきはね、ちょっとこ結構なんだろメンタルも体も両方元気がなかったんですけど、ちょっとやっぱ喋ってたらね、少しなんていうか体に体温が戻ってきたというか、何かが循環して血液が流れてきたような感覚があって、ちょっと元気になったので、ご飯でも食べようかなって思いました。はい、ということで、そんな感じですね。ということで、それではまた。